あ、こんにちは。はい、お願いします。はい。M の段ボールが、こちら40枚。ちょっとお待ちくださいませ。40枚ずつで。ちょっと持って。置いちゃってもいいですか？はい。大丈夫です。途中、箱に入る分は入れていただいて、はい、ちょっと入ってないものが。結構の汚れた。リトアニア。リトアニア。これもそれはね、めっちゃ可愛い。てか、どれも可愛い手袋、本当に。で、これがそれアイスランド。かっこ壊れてる。おそらくピーター・ヤンセン。違う、なんか書いてある？ピーター・ヤンセン。ピーター・ヤンセン、イエス。そうだね。だからサンプルセール行った時の。記憶が正しい。サンプルセール以外で買ってないしね。これが、うん。お菓子だ。お土産にとか。お土産にって言って買ってある。買ってある。ある。そうだよね。ロンドン行った時になんかそういうのできたらいいよねとかって言って買ったのにもかかわらず。買ったにもかかわらず、特に何もなく動画が公開されて。まあよくありがち。ありがち。いつの日かあるんだよ。いつの日かそうだね。お土産っていうことで。いつの日やってない。なんかわかりやすく。まあまあそうだね。なんか汚れちゃった。うん。そこから下全部と、あとやば。ケースが。これも上なんですね。どれその箱の中全部？箱の中全部と上も。これはこの中だけですけど、箱の中全部とこれ。あ、そう。は上なんですね。でもうちょっとカバンが上やついてるから。結構こっそりいってるね。そうだね。何々？ある。丸。覚えてるよ。覚えてる？セルフリッチ。そう、丸にそれセルフリッチで買ったやつ、セールで。そうだね、覚えてる。めちゃくちゃ気に入ってるんだよね、だから服が。でもすっごい細身で、その当時めっちゃ着てたけどっていうやつなんだよね。そういう人が断捨離できない。断捨離できない。心を鬼にしてますか？なんかさ、気に入ってる、なんかね、コレクションしておきたいみたいな気持ちがやっぱあって。そう。あ、結構重い。大丈夫。あ、泣いてきた。あら、娘様。娘様。優しい泣き方してる。寝てるやつだ。あ、すごい寝てる。だからプリントした持ってこうよ。これはシュッとこうして、よいしょ。懐かしいよね、この君のお手製、ね、渾身のここの取っ手までつけてさ、そうね、端材持ってきてこれやってさ、なんだっけ、炊飯器をここに乗せてねやってたけどね、なんかほんと6年も経つとやっぱりいろいろと道具も変わるし、炊飯器はもはやないし、もはやない。そうね、なんかいろいろと変化したなって感じするよね。いくよ。あらら、取れました。取れた。このパーツね、この引き出し作るこのはい、引っ越し
し嫌だ？嫌じゃないんで。嫌じゃない。オッケー。ミルクがくれるならいい。オッケー。壁つけときゃ一応段ボール挟んでみます。さっきではいせーのあ、持ってきますね。サンキューはい、そう。おー、すごい。ちょっと出しやすいと思うので持ってっといて。持ちます。せーの。はい。キープで。上に乗せる人形で最後に思い出を振り返りながら、この高さが良かったよねって言って決めたからね。そう特にぐらいかなという2回目の日をすごい家だったよね、本当に。本当ですよ。日本から来てすぐ懐かしいわ。懐かしいよね。素敵。ありがとうございました。ありがとうございました。さよならです。次へ、次の新しいところ。どんどん次に行きましょう。
はい、そうですね。こっちからこうやって本当にすごい、ユニークな絵でしたよ。本当にね面白かった。ドアの下だけついてるね。そうでこれをこうで、あ、もう取れますよ。あ、もういいですね。たたたたあら素敵。できたー。あら素敵だわ。あらいいですね。このさこれいいですね。もう2024年終わりますよ。今日は12月、2024年終わりますね。終わりますね。早い。どうでしたか？というか、はい、というか、もうここ1週間、この1週間も年末だからクリスマスのいつからがめちゃくちゃ忙しかった。もう忙しすぎて今年終わるのって感じだ。今年の年末はやばかった。なんか結局あんま外に出てないし、社会との接点もなかったから、もうずーっと新しい家来て塗装して引っ越しの準備して間に合わないどうしようって言って塗装して全然話にならなかったね。多分ね、気がついたらなんかもう終わりらしいよって本当にそれ、本当にそれね。いや本当にこんなに年末感のない年末も初めてだよ。人生で初めて。ね、で、なんか一応引っ越しはできたからよかったんだけど、言うてまだ塗装がめっちゃ残ってる段ボールが、塗装が終わらないと段ボールが開かない問題あるし、ちょっとまだ先が長いなっていうので、引っ越しできた喜びと同時に、まだなんかまだいっぱいやることあるんだっていうちょっと大変さもちょっと感じてる。まあ住みながらだけどもトイレのドアがまだついてないっていうのは、トイレのドアつけるとか、だからまずは壁の塗装を終わらせる、床をやる、カーテンオーダーする。でもカーテンはリアルにでもあっちだけでいいかな。まず2024年の振り返り、どんなあれでしたか？今年の頭に妊娠が発覚し、あれも本当でもタイミングがまあ良かったというか、アパートメント204を、確かに去年の本当だから今ぐらいの時期にローンチして、で私的にはさあ今からやるぞみたいな。そうようやくスタート切れたし、もっとプロダクト作ってやっていくぞみたいな。その後妊娠発覚してね、怒涛なんかこう計算、出産は大体じゃあこれぐらいになるっていうのをね、こう考えた時に、やっぱその年頭で2024年の頭に自分の中で今年はこういうことをしたいんだみたいな、ね、だから204のポップアップのイベントもやりたいんだとか、もうちょっとなんかプロダクトをもうちょっと作ってっていうことをやりたいとかって思ってたんだけど、ね、子供ができたことで、
これはちょっと多分できない、今年はちょっと難しいと、でも代わりにだから、準備期間として、今後自分がやりたいこう作りたいものとかのリサーチ期間として駆け足で旅行に行ったりだとかさしたりとか一人で何やってたんだろうね、なんかさ私そのほらリサーチしたいって言って見に行きたい場所と会いたい人がいるって言って北は北海道、南は奄美、海外はソウルみたいなのを出産の直前じゃないけど、ギリギリになって立て続けにさ、2週間に1回どっか行くみたいな、お腹を大きくして、それまで何やってたんだろうと思ってさ、今次の作るもののことも考えてて動いてたりサンプル作ったりとかもしてたし、でまた同時にやっぱ家だよね。そうだ、家探してた。そうだ、家買ってるんだよ。しかも家がさ、なんかみんなによく言われるんだけどさ、子供ができたから引っ越したとかではないよ。そうだよね。家探し始めた時期の方が早い。全然早い。だって去年のうちから探し始めたからね。11月とか。2023年の、そうだよね。終わりぐらいに本格的に探し始めてたから、とか年の初めはずっとさ、物件探しだったじゃん。ずっと。そうだ、物件探して物件探して見に行ってでもうほとんどそこの時間取られちゃったかな、そこで多分。めちゃくちゃもう夜中ずーっとネットで物件見てね、やってたもんな。で、見た数もすごかったしね。割とね、週末全部そうだったよね、そうだ、そういうことやってた。で、今のこの家見つけて購入したのが7月夏だよね。そう、夏で、今度そこからじゃあリノベ何しますかっていうで、もう4月から先週ぐらいまで5ヶ月間か、ほぼほぼ5ヶ月はもうずーっとこれをやってた中で、常に何かしらそうずっとやってた中で子供も生まれて、どうしようってやりながらも同時にリノベの話もどんどん来るからやらなきゃってリノベもね、本当に出産した直後ぐらいからリノベの工事始まって。そうだね。だよね。工事は直後だね。しかもその時もさ、まだ決まりきってないこととか多々あった。50% ぐらいじゃね、来ましたねえ、現場とかちょっとちょくちょく見に行きたかったんだけど、子供がいるからなかなか動けなかったし、なんかいろんなことのリサーチをしたいって言いながら、やっぱそういう時間もなかなかっていうのもあったし、取れなかったからちょっと待ってくださいとかですね。そうだね。なんかいろんなドラマがあって、なんか今年振り返ると、この見つかったこの家も繰り上げ当選だもん。そうだね。1回はね。1回は先約いたからね。先約いてすごいもう泣き崩れるみたいな。君は本当に泣いたからね。君は本当に泣いた。ダメって言われた日にさ、もうちょっと一回やめようって言ったもん。言った。ちょっと休憩しようって、もうこれ以上無理。休憩っていうか多分これ以上東京周辺で見つからない。自分たちの言ってた条件では無理と思ってね。だってもう数ヶ月探してたからね。根気強くタイミングでっていうのはあるのかもしれないけど、モチベーションが続かないよね。そうだね。無理。そうだ、あの時は私も心折れて、もう一度休憩しようって。もう一回考え直そうとかって言った中での振り上げだったから、よかったけど、運命的な出会いを感じるよね。そうだね。とりあえず物を動かしたから、あとはもうちょっとずつやるしかないと。そうね。うちの親にもちょっと相当ヘルプしてもらったんで、本当にありがとうなんだけど。いや、本当感謝。いなかったらもう無理だって、塗り終わってないね。まずやってないよね。やってないね。諦めたよね、これは。なんだけど、だから新年もすぐ開けたら、塗装と床とやって、ちょっといろいろやっていかないと家がなかなかね完成しないからね、それもやりつつなんだけど、本当にすごい2024年でしたね。激動だったよね。激動だ激動だ。いや本当にいろんなことが重なったから。そうだね。いや育休が取れたのすごい良かったかな。ね、3ヶ月もね。1週間出ましたけど、やっぱ生まれてきたばかりのことを毎日常に時間を過ごせるのはとっても貴重なことっていうのもそうだね、楽しかったし、だからね、よかったし、会社にもありがとうは会社のメンバーとか、そうだね。奄美に行った動画が出せてないのがまだ少
それだけが唯一の心残りか。そう私が言うことではないんだけど、そう、ね、編集者でもないし、そうただそうなの、その最後に2人で行ったそうですごく良かった。めちゃくちゃ良かったわけじゃん。本当に良かった。で動画のフッテージもすごくいいのがいっぱいあるから、ウミガメ見たし、ウミガメも見れたし、なんかもうトータルでなんか全てが良かった。最大楽しかったから。だからその動画は絶対出すじゃん。出す、あれなぜならば半分編集終わってるの。そうだから編集が終わりきらずに出産を迎えたからここまでここまでなんだけど。これが、この壁が、